6月7月今まで何してきたんだろうみたいな気持ち。どういったこと聞きたいとかありますか25歳なんですけど、2022年に韓国の大学入り直して今4年生でやっと卒業みたいな、もう3日ぐらい前に最後の授業行ってきたんですけど。ああ、そうなんですか。よく頑張りましたね。2年は結構うまくはいってなかったんですけど、友達とかもいて忙しかったから全然悩む暇とかもなくて、時間バーって過ぎ去ってって感じで、去年ぐらいから3年目あたりからなんか親しくなればなるほどみんな雑になってくるじゃないですか。そういうのが度が過ぎることが多くて、私から結構距離を置いちゃって、友達と。そしたら一人になる時間がすごい増えて、すごい考えるようになって、今まで何してきたんだろうみたいな気持ちになって、なんか25歳なんで、周りとかも遅れてる子でもイチローとかなんですよ。イチローとか一流とかそれぐらいだから、やっぱ私より先にみんな働いたりするじゃないですか。その年はまだ学校行ってんのみたいな言われることがあって、特に日本人の友達とかに言われて、なんか韓国だともう30歳の大学生とかいっぱいいるし。僕も美術やってたんで、美術大学に行って、もうね、40歳の人いましたよ。でも日本人は去年の2024年の2月ぐらいにアイルランドに3週間ちょっと語学学校通ってて、すごいですね。3週間だけなんですけど、そこでなんか東京外大の子たちが、頭いい子たちじゃないですか、なんかプログラムみたいな感じでかぶったんですよ、私と。でもみんなストレートで、なんかもう1年から4年までちゃんと通って、もう3年生の子たちとか就活どうしようみたいなことを言ってる子たちだったから、多分私がすごい変に見えたんですよ。多分こんな自分たちより3個も4個も上の人がなんかまだ大学学生やってるから働きもしないで、私はなんか韓国の大学生の身分として行ったんで、さらになんか変に思われて、でも他の韓国の大学から来た子たちは私と同年代ぐらいだったんですよ。でもなんか日本の大学から来た子たちはもうすごい若くて、1年生だったら19歳の教科書通りみたいな感じの年齢だったんで、日本語もできたし韓国語もできたから、すごいなんか分かっちゃうじゃないですか、そういうのが。年齢的に焦るみたいな、勝手に焦っちゃうみたいなことが多くて、アイルランドから韓国に帰ってきて働こうと思って、なんか週末だけ雇ってくれる正社員みたいなで働いてたんですけど、一時的に承認欲求みたいなのを満たされたんですけど、なんか意地悪なおばさんがいて、すごい私にだけすごい意地悪とくるみたいな。半年やってやめたいよそこは。だからそういうなんか挑戦したところでなんか障害が起こるみたいなことが多くて。そっか、それが辛かったですよね。こういう人たちに評価されてないからってだからなんだっていう話じゃないですか。それよりも今さんはどんな生き方したいのかの方が重要なんですよ。だってこれだけの経歴を持って生きてきたんだから、なんか小さくまとまりたくないですよね。ユンキもものすごくいい人だから伸ばしていきたいなっていうところがあって、で来年再来年めちゃくちゃ伸びますよ。なんか今の現状から良くなるって思えなくて、自己肯定感はもともと低いと思いませんか？って言われる
ますね。親とかから言われるんです。それなんでかっていうと、理想は高いからなんですよ。それはすごいことなんですよ。本当の自分がいるとしたら、理想の自分っていうのがすごく大きくなってくるんですよ。だから理想に向かって一生懸命頑張ってるんだけど、この理想っていうのは厄介で、大谷君とかね、イエス・キリストとかね、そういう偉人レベルの理想になっちゃうんですよ。だから0から100人になっちゃうんですよ。こんなの簡単になれないじゃないですか。だから自分はこの理想になれると信じて生きてるんですよ。だから慣れてない自分が許せないんですよ。だから慣れてない自分を否定しちゃうんですよね。私はダメなんだっていう。芸能人とか見るともうあの人はあの年でこれをやってたんだとか思っちゃうんです。そうでなんでかっていうとね、自分を信じてるんですよ。本当は自分だったらできるだろうっていうね、能力を持っているんだけど、実際に現実問題に慣れてないじゃないですか。だからそれが許せないんですよ。今さんはこっちを見ちゃってるから、理想の自分を見ちゃってるから、そう慣れてない自分を褒められたとてみたいなね、嘘でしょってなってっちゃうっていう、その部分ってただの自滅じゃないですか。だから今自分を褒めてくれる人、認めてくれる人、その人たちの意見を聞いた方がいいですよ。まずはね。だからね、マイナス思考になっちゃって自滅してくるんですよね。で今そうなりかかってるんじゃないですか。で去年今年は特にそういう不安定になってくるんですから、でそこを気をつけたいんですか。お母さんお父さんなんて言ってくれてるんですか。なんか逆に褒められすぎて、全肯定すぎて、なんか外から見たら違うんだろうなって思っちゃう。いやいや、そんなもんないですよ。僕から見てもすごいことやったと思いますよ。だってでもなんか学校にいる日本人の子とか見ると、あの子もすごいんだよなって思っちゃいますよね。だから負けず嫌いなんですよ。だってこれそう思って負けず嫌いだから闘争心の気持ってるんだから、だから負けたくないんですよ。だからもうそれをね意識したらいいんですか。だからそれがね自分の闘争心になるから、もう切った方がいいですよ。もうねこいつらなんか絶対負けない。そういう気持ちになってほしいんだけど、やっぱ優しいんですよね。優しいってことが強いからなりきれないんですよね。ってね。まだ若いし25歳なんで。なんかもっと早くできたのかなって思って。いや、僕もね、そうだったんですよ。一度好きになっちゃうと忘れられないですよね。なんか何でも一回好きになったらずーっと好きなんですよ。なんか趣味とかも4歳ぐらいから変わんないみたいな。聞きたいこと全部聞きましたか。はい。めっちゃすっきりしました。まだ 0.1 しか話してないから、まだもっと話せるんでまた来てくださいね。はい。